今だからにしよう。じゃんけんほい。じゃあ皆さんからじゃあ木原さんにこの質問していただいていいですか。スケート以外の私のいいところ教えてください。なんだろう、小さなことですごく楽しそうに喜んでくれるところ。例えば焼肉行くってなった時にやっぱスキップしてたりとか、そういうところが小学生みたいで可愛いですよね。ありがとうございます。ご自身の心当たりあるんですか。よくそうですね、スキップしたり走り回ったりしてますね。焼肉ってそう言ってましたね、昨日。そう単純だなこいつです。そういう姿見てどうなんですか、やっぱり。僕まだ自分の精神年齢が低いなと思うんですけど、ゆきちゃんを見るとちょっと安心します。大丈夫だと。意外とね、精神年齢一緒だったりして。いやだいぶ高いよ俺の方が30だからね俺。確かに。忘れ物が多い理由私多分一点集中型なんですね。試合とかだともう試合の準備とかめっちゃこう入るじゃないですか。そしたらこう何か一つは忘れるっていう。すごいよね、その入った時の集中力がすごいんだけどさ、そのことに集中するから全部忘れるんだよ。そう衣装忘れたりとか本当に。でもすごかったなみたいなすぐ感じします。試合行くのに衣装を忘れていこうとしたすごく忘れ物チェックをいつも自分のももちろんするんですけど、基本的にりきちゃんと試合に行く時は絶対りきちゃんの忘れ物をチェックしないといけないんですよ。集合した時に靴持った、タイツ持った、衣装持ったって全部、ジャパンジャージ持った、 ID 持った全部確認するんですけど、衣装持ったのって聞いたら「おっ!」って走ってる。それは一番怒られたのは練習にスケート靴を忘れていた。めちゃめちゃ怒られました。リンク着いたら「あらスケート靴忘れた」何しに来たのって僕取りに行って、結局りきちゃんだけアップさせといて僕アップ遅れるっていう、なぜか僕が被害を被る。それは申し訳ないです。よくありますね。木原さんはそういうタイプだね。僕はどうですかね。でも今大会私は忘れ物はなかったんですけど、ショートの当日練習の時に練習着下のズボンを忘れてきて、それは時間がすごくタイトだったんで多分それで焦って忘れたんです。でもなんかでも龍一君も練習にスケート靴忘れたことあるよ。1回だけりきちゃん 2,3 回あるから今回はじゃあどう乗り切ったんですか。衣装を持ってたので、もうそのまま本番用衣装で下だけ履いて滑りました。でただなんかフリーの時も同じパターンで行きたいなと思ったんで練習ズボンは忘れてなかったんですけど、試合用のコスチューム着て滑ったらその衣装が止めるボタンが取れかけてたので、だから逆に良かったんだよね。だから意味があったんで意味があったそうですはい。一番初めに会った時の第一印象。一番初めにね、俺会った喋った印象がないんだよ。一番初めに龍一君を見たのは2018? 東日本でしょ。俺はねその時覚えてないんだよ、りきちゃんのこと。だから4大陸の時初めて写真撮ったぐらいじゃないの。りきちゃんから写真撮ってください。第一印象はなんだっけ、その2017年の18年の4大陸の時に会ったのが一番最初で、本当にちっちゃい子いるなっていうのは印象的。三浦さん写真お願いしますっていうのはやっぱりちょっと憧れ的な存在がその時はあったの。絶対違います。多分ついでに撮っとくかみたいな感じですね。すごく暇そうに座ってたんでちょっと写真撮っとくかって思ったのを覚えて。あれだよね、なんかモコモコつけてたよ。そうファーみたいな。覚えてる。すごいちょろちょろ動いてました。その時からそういう感じはあったんですけど、はい、第一印象から今ってなんか変化とかってあったりします？ちょっと雰囲気変わりましたよ。なんだろう、あの時お子様っていう感じがしたんですけど、だいぶなんか大人になったよね。は何やねんははって時間がギリギリの理由。さっきからそればっかやん。違うんですよ。今回8時のバスに乗らないといけないのに部屋から出てくるのが57分だったんですよ。呼んでくれればいいのにって言われて
分かるだろうと思って57分だろ。いつも違うコンコンされてで一緒に行こうかってなるんですよいつも。それは僕なりの理由があるわけ。もう明らかにスーツケースバッタンゴトンゴトンって音聞こえてるから、でもここでもしリクちゃんもう時間ですよって言ってもし焦って忘れ物でもしたら大変だと思う。すごいじっと待ってたんだけど、もうこれそろそろやばいんだけどと思って。でもこう葛藤だったんですよ。早く起きて準備をするか睡眠をとるか。睡眠をとりました。前日にその前日も結構時間ギリギリだったんで、僕は6時朝ごはんの時間をもうちょっと15分早めようって言ったんですけど、私は寝たいって案の定昨日バス乗り遅れて。でもその乗らないといけないはずだったバスよりも早く着いたんで、昨日ねよかったよね。アップしながら感謝しろって、遅刻した私に感謝しろって。一番かわいそうなのは先生がスーツケースを持って走らされたこと俺がバスを止めに行ってくれって先生がスーツケースを持って走って初めて見ました。先生はあんな走ってる。自分たちよりもはるかに早いし追いつけないっていうのが昨日ありました。なんかそういう時間ギリギリな理由とかってあったりするか？いや、いつも5分前行動を心がけてるつもりだったけどゆきちゃんは人を巻き込んで遅刻させるでもそんなさ、めちゃめちゃ遅刻魔なわけじゃないじゃん。時間ギリ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 でしょ、間に合わせようとはしてるよ。頑張ってる。間に合ってない。ただやることが多いだけ間に合ってないけどです。ちょっと気をつけます。試合中何を考えてますか？いろいろ考えてるよ。例えばこう始まった時とか何を思ってる？最初はツイスト入る前に壁ギリギリまでコーナー使いたいでしょ。その時リキちゃんがどこに行ったか必ずチェックして、その調節してる位置を自分で行く。その時によってそのリンクがさ、ラインがない時あるでしょ。リキちゃんラインないのあんま好きじゃないじゃん。だからたまにどこ行っていいか分かんなくなるって言ってるから、もちろん理想の位置に行ってくれるのがベストだけど、でももうそれは変わるから毎回そこでアジャストして一番最初のエレメンツに入る時の角度を調節してる。この角度が自分の中で決まってるから、ツイストのいい角度がで、そこをセットしないとトーループの全部角度もずれて、僕は全部セットしてる。そこからあれはリフト中はリフトはまず上げる瞬間、上げるでしょ。上げた時にもうすぐリリースのタイミングを頭の中でチェックして、で同じように離して回転数数えて、であと最後下ろす方向と下ろし方優しく下ろすように意識して。スピンはカウントと音聞いてる。どこで下ろさんどこ休憩してないの？したいけどする暇はない。だけど音も聞かないと音も遅れるじゃん。でもカウントもしないといけないじゃん。でチェンジの声出しもしないといけないじゃん。だから大変なのよ俺。だから本当はサイドバイサイドスピンの声かけとかペアスピンのカウントを変わってほしかった。あそこで休みたいから。じゃあっていうか、だからスローこう投げた時って何を思ってるの？行ってこいみたいな。ここはセットするでしょ、パターンも。そこからもう頼んだみたいな。頼んだか、もう飛んでけーってなるほどはい知らんかった。いろいろ考えてる。意外とこう休憩っていうかしてるところがないんだなって、ずっと頭回してるんだなって。逆にさ、何考えて滑ってんの？これは足をためないとその後のスロージャンプがあるから、休憩はするけどこうちゃんとこう内側にとかはちゃんと考えてる。スピンは休憩してるカウント変わろう。でもサイドバイサイドはちゃんと見てる。ペアスピンは休憩してます。どこでも寝られる方法、どうやったらそんなすぐ僕が運転してる横で寝られるのかなっていうのを聞いてみたい。まず車での寝方は座席を倒してヒートをオンにする。もう気持ちよくて寝れますいやもう車は本当にこれだけで寝れる。だってね、横ですぐ寝るもんね。音楽を聴くで体を温めたりとかはいいと思う。座席がさ、リリクにとっては全然大丈夫なんですけど、狭いんですよね、飛行機。狭いんだよね。だから羨ましいリクちゃん見てたためにこうなんかいろんなポジションに変えれるじゃん。取れるんだよ。足曲げたりできるし。僕はもうこの状態しかいられない。それも関係あるんじゃない？かもしれない。本当に怪我があってすごく気持ち的にも大変なシーズンだったと思うんですけど、復帰してから本当にお互い支え合えて、逆に支えてくれることも今シーズンを
多かったので本当に感謝していますし、これからもこれがゴールではないので、もっともっと上を一緒に目指していきたいなっていうふうに思っているので、本当にこれからもよろしくお願いいたします。でも忘れ物は減らしてください。以上です。怪我があった中で本当にいつも支えてくれて本当にありがとうございます。自分がすごくネガティブな時でも必ずこうポジティブなことを言ってくれたり、そのプログラムが終わった後に必ずこうどっか褒めてくれるところとかすごく嬉しかったです。なんだろうな、来シーズン今シーズンよりもいい結果、ショート振り合わせられるようにお互い頑張っていきましょう。なかなか普段聞くことがないので嬉しいですし、また一緒に頑張っていこうなというふうに思いました。ずっと一緒にいるんでめっちゃ探したんですけど、意外とそうなんだって思うことがあったんで、すごくねよかった、よかったです。聞けて貴重な機会ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。